田様、おう、入ってくれ。もう裸じゃないぞ。お邪魔します。あらかじめ人払いはしておきました。これでゆっくりとお話できます。随分と慎重だな。折城や家長が邪魔してきたりするのか？母様はおそらく大丈夫だと思います。人のすることを面白がることもありますが、基本無関心ですから。ですが、折城を信奉する他の方々がどう考えるかはわかりません。これからお話しすることで、芥田様にはさらにご迷惑をかけることになるかもしれません。折城に啖呵を切った時に覚悟は決めた。今さらおじけづくような真似はしないさ。聞かせてくれ、みなぎの話を。私たちは、ある問題を抱えています。問題？芥田様は、折城の祈りによってこの世界が支えられているという話は覚えていますか？ああ、以前に社務所で聞いたな。あの時は突拍子もない話だと思ったが。だが、あの得体の知れない力、単なる賊伝の類ではないのだろう。世界を支える、そんな力が何の代償もなく使えるとお思いですか？さてな。しかし神のような存在なんだろ？万能じゃないのか？いいえ、そんなことはありません。皆その力を無限のように考えていますが、所詮は人。実はあるのです。代償は、私たちクムナカラザ一族への呪いという形で、この体の内に秘したる大いなる災厄。世に放たれれば、どれほどの人に被害が及ぶものか。その呪いってやつは一体どんなものなんだ？それは、みなぎ？申し訳ありません。もう少しだけ気持ちを整理する時間をいただきたいのです。いずれ必ずお話しします。ですが、今は。わかった。無理しなくていい。みなぎが話せる時でいいさ。ありがとうございます。それでみなぎはその呪いを解きたいんだな。何か当てはあるのか？芥田様はご覧になったはずです。大怪我をし、意識を失った私の発作のような症状を。火山で出会った時のことか？はい。あれは、呪いが体より吹き出す前兆のはずです。あの時のみなぎは死にかけていた。つまり器である体が失われると呪いが外に吹き出す。そういうことかい？おそらくは。あの時、確かに私は死を覚悟していました。ですが、今もこうして芥田様の前にいます。その理由は。そうか。俺の血か。はい。芥田様の血により、私は命を救われました。私たちクムナカラザの血は他者を癒します。ですが、自身の傷を治すことはできません。なぜ芥田様の血が私の傷を治したのか、それを調べられれば、あるいは。俺の血がそんなに特別とはな。しかし心当たりはない。記憶が戻ればわかるかもしれんが。血か。医術とかに詳しいやつはここらにはいないのか？私たちのクムナニエは禁忌に触れるもの。一般の方は調べることを禁じられています。芥田様の血は調べられるかもしれませんが、何しろ未知の現象ですので、
あまり期待はできないかもしれません。ですが、オンビタイカヤンの遺産を使えれば、あるいは。オンビタイカヤン、なんだそりゃ。ご存知ありませんか？大いなる父、オンビタイカヤン。この大地に住まうすべての人を作った存在です。今は遠くへと去られてしまいましたが、カラザはオンビタイカヤンをたたえ、荒人神である折城を奉る人たちの集う場所なのです。なるほど。そいつがこの世界の本当の神、創造主というわけか。オンビタイカヤンは私たちに様々な恩寵を残してくださいました。この社の土台となっている星見の鏡もその一つ。今の私たちには計り知れない技術の数々が使われています。ですから、オンビタイカヤンの遺産なら、私やアクタ様の血についても詳しく調べられると思うのです。アクタ様は様々な見識がおありのように見受けられますが、そういったことは。悪い。全くピンとこない。そうですか。やはり無謀な賭けだったのでしょうか。確かな裏付けもないまま、アクタ様まで巻き込んでしまって。気にするな。それにみなぎが巻き込んだんじゃない。俺が自分から関わったんだ。今はまだ何もわからずとも、諦めずにいればいずれなんとかなるさ。そうだといいのですが。大丈夫だ。時間はたっぷりある。ゆっくり考えていこう。私の抱える問題は他にもあるんです。1年後、私は母様の後を継ぎ、折城となります。その継承の儀までに、この呪いを解かないと。まだ他にもいろいろと抱え込んでいるようだな。焦る理由もありそうだが。さて。どうした？妙に悲観的じゃないか。いつもの前向きなみなぎはどこに行ったんだ？そうか、わかったぞ。腹でも減っているんじゃないか？空腹は気をめいらせるからな。もう、そんな風に決めつけないでください。減ってないのか？それは、減ってますけど。よし、飯でも食いに行くか。昨日も言ったが腹が減っては戦はできん。それに食えるうちに飯は食っておくものだ。いつでも飯が食えるとは限らんのだから。また気持ちの整理がついたら話してくれ。はい。どうかなさいましたか？いや、外で何か音がしたと思ってな。そういえば昨日も。いや、山や森の近くなんだ。鳥の1羽や2羽いて当たり前か。